秋葉原、築地、浅草、皇居。今日は日本の有名な場所、行きたい場所について1時間お話しします。1時間日本語を聞きましょう。そしてその場所での僕の話をします。僕の思い出の話。秋葉原で友達と遊んだ。浅草で暑かった。浅草で暑かった。大阪で夜まで遊んだ。大阪で楽しんだ。そういう話をします。まず最初は東京です。東京。秋葉原。秋葉原の話をしましょう。秋葉原といえば、ネオンがたくさん。メイドがいる。メイド喫茶がある。メイドカフェがある。アニメのお店がある。アニメショップがある。そういうイメージが大きいです。僕の秋葉原の思い出。バブルティー。タピオカミルクティーです。タピオカミルクティー。タピオカミルクティーを秋葉原に飲みに行きました。いいお店がある。そう聞いてタピオカを飲みに行ったんです。日本では5年前、5、6年前、タピオカミルクティーが人気でした。人気がありました。すごくたくさんお店がありました。どこに行ってもタピオカ。東京駅タピオカ。大阪駅タピオカ。名古屋駅タピオカ。どこにでもタピオカがありました。今はほとんどありません。少しある。少しあります。その時は台湾の友達が来ました。そこで、台湾のタピオカミルクティーを飲む。そういうね、ことをしました。あと、秋葉原には、電気のお店がたくさんあります。家電のお店。パソコンとか、携帯電話とか、いろんなお店があります。僕も、安いスマートフォン、中古のスマートフォンを買いに行ったことがあります。スマートフォンの人が使ったものです。安いですから。その安いのを買うのに一日歩き回りました。一日歩いて、どこが安いんだ。ね。そうやって歩き回った思い出があります。楽しいですよ。皆さんはどんな風に楽しみますか？秋葉原。そしてじゃあ次は築地です。築地有名ですね。もう魚といえば築地。魚を食べたいなら築地。築地は今観光客、旅行の人がたくさんいます。もうすごくたくさんいますね。で、だからちょっと高いです。値段が。お金がちょっと高いです。本当に、地元の人、住んでいる人、日本で築地の近くにいる人、その人たちは行くお店が多分少ないと思います。少しのお店が地元の人が行くお店。そういうところは多分美味しくて、そんなに高くない。そういうお店を知りたいです。でも僕はまだわかりません。もし知っていたら
教えてください。うん。そして、浅草ですね。浅草。浅草もとっても有名です。浅草も人がすごくたくさんいる。でも、浅草の少し上、少し北の浅草は面白いですよ。すごく面白いです。そこには人が住んでいます。たくさん、人が住んでいて、普通の生活をしています。普通に暮らしています。だからね、安くて美味しいお店、昔からあるお店、昔からあるいいお店がたくさんあります。僕も一つ美味しいお店がありました。うん。それはね、中華のお店です。中華料理。中華料理。美味しかった。だから、そこも歩くと楽しいと思いますよ。歩いて新しいお店を探す。それは楽しいですね。自分で探す。うん。こう、インターネットで探すのもいいです。インターネットも便利。でも、もう探さないで、スマホを見ないで街を歩く。街を歩いてお店を見つける。そうすると楽しいです。このお店どうかな？美味しそうだな。美味しそうだな。よし、このお店に行こう。そして美味しいと、ああ、すごく美味しい。そう思います。楽しい。自分で見つけた。自分が見つけたお店。うん、そういうふうに感じます。その時にもし美味しくなかった。あれ、美味しくなかった。なんか美味しくなかったな。でもそれも思い出になります。思い出。日本のあのお店、失敗したね。あのお店失敗だったね。それも楽しい思い出になります。僕はそういうふうに最近は旅をしたいなと思っています。そういう旅の仕方がいいなと思います。皇居。次は皇居です。皇居は、東京駅の近くにあります。そこは皇族、日本の、皇族が住んでいます。で、そこは広くてね、散歩できます。すごく広くて綺麗で、散歩できるから好きです。でね、その皇居の近くにおすすめの場所があります。噴水があるんです。水が出る。水が出る噴水。噴水がある公園。で、そこで座ってお茶を飲むことができる。カフェがあります。カフェがあって、そこでお茶を買って噴水を見る。で、皇居が見えます。少し離れたところに皇居があります。おすすめです。これはね、いい場所。もし東京駅に来て少し時間がある。東京駅で時間がある。その時に少し休みたいな、少し休もう。そういう時に、おすすめの場所ですね。はい。これが有名な場所です。今のが有名な場所です。じゃあ次僕のおすすめの場所を言います。あまり有名じゃないおすすめの場所。はい。
これは二子玉川です。二子玉川。これは、東京から少し西に行きます。左にあります。そこには川があります。大きな川。そしてショッピングセンターもあります。ショッピングセンターも。本屋もあります。大きな本屋もある。レストランもたくさんあります。そこはね、家族で住んでる人が多い。家族が多い町。人気の町です。かなり人気があります。すごく静かではないけど、とても住みやすい。とても住むのにいい場所です。僕もね、時々行く。時々行きます。そこに川があって、川でコーヒーを飲みます。時々ね、そこには人がいます。たくさんの人がいて、一人風船、シャボン玉を作っている人がいます。わかりますか？石鹸を水に入れて、ふーっと吹きます。口でふーっと吹く。そうすると、丸になりますね。丸になる。そして空を飛ぶ。ぷわかぷかぷかぷか、ぷかぷかぷかと空を飛びます。そのシャボン玉を作っている人がいます。遊んでいるのかな？あの人は何をしているんだろう？練習しているのかな？シャボン玉を作る練習かな？わからない。でも、いい景色です。座って川を見る。川を見てシャボン玉が飛んでいる。ああ、いい休日だ。いい休みだな。そういう気持ちになれる場所。それが二子玉川です。二子玉川ぜひ、行ってみてください。他にもね、僕の好きな場所はあります。東京にもいい場所はあります。最近は、池上という場所があって、そこにはよく行きます。インスタグラムのリールでも池上で作りました。インスタグラムを池上で作りました。僕のね、友達がカフェで働いています。カフェで友達が仕事をしている。そのカフェがいいカフェ。美味しいし、優しくて美味しい。そしておしゃれです。お店が綺麗。だけど、植物もある。緑もあって、緑も綺麗で、雰囲気がいい。居心地がいい。ゆっくりできます。ゆっくりできるカフェ。そこにいる友達とまた話しました。この間話しました。3日前にカフェに行きました。その友達はバンドをしています。ドラムです。ドゥンドゥタンドゥンドゥタン。ドラムをしています。彼はこの間中国でライブをしたと言っていました。
中国でライブ。素晴らしい。いいですね。たくさんライブをしていると言ってました。で、彼はすごく心が広い。心が広いです。心の広い男です。彼は、例えば恋愛の話、パートナーがいる話、もし彼にパートナーがいて、どれぐらいパートナーのしていること、パートナーの行動を知りたいか、そういう話をしました。彼はパートナーが誰と何をしていても大丈夫。知らなければ大丈夫。知らなければ起きていないと同じ。なので全然気にならない。全く気にしないと言っていました。例えば彼のパートナーが男性と食事に行く。男性とご飯を食べに行く。それももちろん大丈夫。何かがあってもわからなければ大丈夫。わからなければ問題ない。そう言ってました。いやー、珍しいですね。珍しい人。そう思いました。あなたはどうですか？きっと多くの人は気になりますね。誰と行くの？それは誰？ああ、そうなんだ。OK。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。そういう人が多いと思います。誰か分かれば大丈夫。そういう人が多いと思います。彼は気にしない。かなり心の大きい男ですね。じゃあ次の場所に行きましょう。次は京都です。京都の有名な場所は伏見稲荷。伏見稲荷です。赤い門がたくさんあるところ、ずっと門があって、ここも人がすごい、人がたくさんいる場所です。人気です。僕は学生の頃行きました。学生の頃行って人は全然いなかった。人は全然いなかったので、歩いてすごく綺麗でした。今も綺麗です。そして清水寺。これはもう京都に行ったら清水寺。清水寺。これは僕の小さい時、小学生の時に行きました。清水寺。遠足です。遠足は学校で子供が一緒にみんなで行く。みんなで旅に出る。それが遠足です。僕は愛知から京都まで行きました。みんなで清水に行って手を洗ったら清水寺に登って清水寺を見て、すごいなぁ。ね、そういう思い出があります。僕、小学生の頃はすごく話すのが好きだったと思います。人を笑わせるのが好きだった。どうにか人を笑わせたい。どうやったら笑わせることができるだろうということを
いつも考えていました。例えばみんなで歩いている時もギャグを言いました。ギャグを言いました。だ、踏んだ。だ、踏んだ。そういうギャグを言っていました。これはあまり面白くなかったかもしれません。あまり面白くないギャグかもしれません。でも僕はそういうことをよくしていたなぁと覚えています。そして京都金閣寺、金閣寺、金色のお寺、綺麗ですね。これはみんな知っていると思います。ここも遠足で行きました。みんなで行きました。はい。で、あと僕の好きな場所、京都で好きな場所は鴨川です。川が好きです、僕は。川。鴨川は皆さん知っていますか？人気です。最近は人気です。綺麗な川で座ることができる。そしてその川、座るところ、お店があります。背の高いお店が、背の高いお店がたくさん並んでいます。そこは食事ができる場所。レストランが多いです。で、鴨川に座る。鴨川に座って川を見る。川を見ながら話す。これは楽しいです。今は人がたくさんいます。でも人が間を空けて座ります。二人カップルがいる。少し間があってカップルがいる。カップルがいる。カップルがいる。間が同じ感覚です。感覚が同じ。それが鴨川の見えないルール。見えないルールがあります。それを見るのも面白いと思います。で、京都の思い出は、僕は昔いい喫茶店がありました。喫茶店。僕はお茶のお店が好きです。お茶を飲むところが好きです。お酒を飲まないから。お酒は飲みません。だからカフェ、喫茶店が好きです。でそこで、見つけました。4年ぐらい前。4年前。あまり人のいない場所。あまり人のいない場所で、町屋というんです。町屋。町屋というのは、昔、日本の人が住んでいた家がたくさんある場所。家が並んである場所。並んでいる場所。そこは細い道です。細い道があって、そこに喫茶店と書いてありました。こんなところに喫茶店があるんだ。そして歩いていくと男の人が出てきたんです。お店から出てきました。何かを持っていて。で、出てきて、どうも。こんにちは。とても素敵な顔で言ってくれました。とても素敵な笑顔で。どうも。こんにちは。その人はお店の人だったんです。お店の人でした。帽子をかぶって。帽子をかぶっている。でも髪の毛は短い。坊主です。とっても短く切っている。とても短い髪の毛。で、そこに入ると、そのお店は昔の、何十年も前の昔の家。そういう見た目のお店です。そこは靴を脱ぎます。靴を脱いで座る。
椅子ではない。床に座る。床に座って、小さな机があるんです。ちゃぶ台と言います。丸いテーブル。日本は昔ちゃぶ台を使っていました。高さはこれぐらいの高さ。なので床に座って、そこでご飯を食べたり、お茶を飲んだり、勉強したりする。そういうちゃぶ台。それがあって、そこに座りました。そこでは、ナポリタンを食べました。ナポリタンが美味しかった。ナポリタンはスパゲッティです。スパゲッティですけど、日本のスパゲッティ。日本のアレンジをしたスパゲッティです。ケチャップで味がついています。ケチャップの味。100年前の日本、100年ぐらい前の日本で人気になった食べ物です。それを食べると僕たちは、懐かしい。レトロな雰囲気。レトロだな。そう思う食べ物です。で、そのお店の人が、まだ27歳とか、27歳、28歳ぐらいの若い人。で、あと一人女性が同じぐらいの年齢の人。その二人でお店をやっていると言っていました。で、まだオープンして1年ぐらいだったかな。1年。で、僕はコーヒーとケーキを頼みました。で、京都、久しぶりに来ました。いや、素敵なお店ですね。素敵なお店ですね。お店の人もいろいろ話してくれて、どこからですか？東京ですか？東京からですか？なんていうね、話をして。で、僕はね、楽しくて居心地が良くて、2時間ぐらいいました。2時間そこにいましたね。2時間いたら、僕はもうコーヒーを飲み終わって、コーヒーがなくなりました。そしたら、おかわりくれました。コーヒー、飲みますか？全然あげますよ。無料でね。無料でコーヒーくれて。どうぞって。なんて優しいんだ。すごい優しい。そんなね、話をしました。だから、僕はそのお店に次の日も行きましたよ。次の日もそのお店が楽しくて行ったんです。それがもう4年前。僕は彼らのインスタグラムを見ていました。インスタグラム持っていた。その京都の旅から何ヶ月か経った後、何ヶ月か後に見たら、お店を辞めることになりました。お店を閉じます。そういうね、お知らせがありました。また行きたかったな。あのお店また行きたかったな。でも、今、その彼らは新しいお店を準備していると昔言っていました。新しいお店をまた作りたい。そういう話をしていた。なので、もしかしたらもうオープンしているかな。もしオープンしていたら、また行きたいなと思います。確か名前は喫茶文録だったと思います。文章の文に録。文録だったと思います。6文かな。いや後でちょっと見てみます。で、次は大阪。大阪好きです。大阪楽しいです。有名な場所は大阪城。これ人気だそうです。
やっぱりね、大阪、お城は楽しいですね。お城は大きくて。大阪城は、実は、この間、あコラボレーションをした時に見ました。さゆりセーイングのさゆりさんと会話のコラボレーション。そのビデオを撮りました。でも、僕は言っていません。これはね、新しい動画で、まだ出ていないんですけども、電話をする動画です。僕は東京、さゆりさんは大阪。そこで電話をしている、そういう会話の動画です。タメ口で話す。丁寧じゃない言葉で話す。仲のいい話し方。仲のいい人の日本語。そういう設定で、そういう設定で話しました。またそれが出たらぜひ見てくださいね。はい。そして、南、難波です。大阪の南、難波。これはね、お店がいっぱいあるし、やっぱり人がたくさんいて、賑やかです。たこ焼きを食べる。お好み焼きを食べる。写真を撮る。そういう時は南、難波行きますね。あと、黒門市場ですか？国門市場ですか？これ僕知らないです。これはどんな場所ですか？知ってます？もし、知ってたら教えてください。何か美味しいものがありそうだな。美味しい食べ物がありそうですね。はい。で、僕大阪はもう10回以上行ってます。10回以上行ったことがあります。バンドの時によくライブをしていました。何回もライブをしていい思い出がたくさんある場所です。覚えているのはタコタコキングかな。確かタコタコキングかな。心斎橋にあるんです。有名なお店だと思います。たこ焼きのお店。大きいタコがお店にあって、で安く食べられる、そういうところだったと思います。仕事が終わって大阪の人と一緒にそこに行く。そして一緒に食べて話をする。深夜2時、深夜1時、もう夜ですね。そんな楽しい、夜が多かった、そんな街です。大阪、心斎橋は。そう、ライブをね、するときは、心斎橋がたくさんでした。心斎橋ばっかり。5回は心斎橋に行きました。いや、もっとか。ね。あそこには、CD ショップもありますよ。有名な CD ショップがあります。フレークレコーズという CD ショップです。みんなお世話になってます。みんながお世話になっている場所です。そんなところにももしね、興味があれば行ってみるのもいいかななんて思います。はい。東京、京都、大阪、その次が箱根。箱根はもういいですね。全部いい場所なんです。箱根は東京からも近い。東京から1時間半、1時間半ぐらい電車で行けます。温泉です。温泉です。いいですね。これなんでいいかというと、フリーパスもあるんです。フリーパス。2日間使えるパスがあって、電車、バス、乗り放題。たくさん乗れる。そういうものがあるので、
楽しみやすいですね。うん。僕はね、箱根の日帰り温泉が好きです。日帰り温泉。これ、泊まらない場所。ここは有名です。天山。天山という温泉があります。ここはね、森の中にある。森の中にあって、川も流れている。そういうところで温泉に入って、お蕎麦を食べる。でゆっくりできるんです。友達とゆっくりできる。その後、寝る場所もあるんです。広い部屋で、簡単なマットが置いてあります。こう平らでちょっと頭のところが上がったマット。ここに頭乗せて、こうやってね、寝られるんです。でこうやって寝ながら、目の前には川があるんですよ。森、そして川で窓が開いていて、川の流れがサラ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 、そして森の音がザザザザザザざわざわざわ、そういうね、素晴らしい場所、リラックスできる場所で、そこでね、本を読みます。本を読んで、ちょっと目をつむって休んで、友達とちょっと話して、そして牛乳を飲む。お風呂の後の牛乳、美味しい。そういうね、場所は天山おすすめです。僕は東京からだから、友達と車で時々行きます。車で2時間もかからない。2時間かからず行けます。車を持っている友達がいるんです。東京で車持ってる。かっこいいですよね。かっこいい。彼はね、最近久々に会いました。久しぶりに話しました。彼はね、映像をやっています。ビデオを撮っています。ビデオグラファー。そして元気、明るい。そして優しい。元気、明るい、優しい。車持ってる最高の男です。はい。最近ボルボ買ったって言ってましたよ。ボルボ。めちゃくちゃかっこよかった。写真見たら。ボルボ乗ってんの？ボルボ買ったんだ。いいな。いいね。って言って。うん。で、昔その彼に乗せてもらって、友達、グループで、その温泉に行きました。おすすめです。おすすめです。箱根はね、美術館もいっぱいあるし、箱根の森美術館、美味しいお店もあるし、本当にいいです。ゆっくりしてる。はい。そして次は、奈良。奈良です。奈良いいね。奈良公園。奈良公園が有名。鹿がいます。鹿さんがいます。で、鹿にせんべいをあげる。鹿にお菓子を食べさせることができます。パクパク。パクパク。ね。鹿。これも修学旅行で行きました。学校の旅行で行きました。で、せんべいあげてね。ほら、食べな。これ、もしその鹿の面白い映像を見たい人、おすすめの、YouTuber がいます。日本人 YouTuber。日本語の先生ではないです。スーツという方、スーツっていう名前の YouTuber が鹿にせんべいをあげる動画があって面白いです。おすすめです。そして奈良の次有名なのは東大寺。東大寺か。でっかいお寺。もう画面に入らない大きさ。そして大きな大仏がいますね。大仏が中で寝てるっけ？奈良の大仏って寝てましたっけ？
あれそれは違う場所だっけ。とにかく大きいです。これも小学生はみんな行くんじゃないかな。小学生は絶対に行ってそこで絵を描いたりしますよ。大仏の絵を描いて、足が大きかった、でかい足の絵を描く、ね、そういうことがあります。はい。そして奈良の次は富士山。富士山の近く。富士山は登ったことはないです。結構大変ですよね、富士山って。で、富士山は山登る人に聞きました。山を登る人、大変、結構大変って聞きました。で、あまり緑がない。緑があまりなくて、景色があまり変わらない。周りにあまり物が見えないから、結構、同じことをする。とにかく登る。そういう登山になると言ってました。なので、富士山は見るのがいいよ。そうやって言ってました。まあでも好きな人はね、登ると楽しいと思いますよ。きっと綺麗だとは思います。そして富士五湖ですね。五湖の湖がたくさんあります。富士山の近くには。ここはね、僕もキャンプで行きました。キャンプで有名です。あそこはどこだったかな。西湖。西と書いて、西の湖、西湖。ここはキャンプ場があります。ここでね、グループで行って、さっきの車持ってるかっこいい友達がまた運転してくれて、そこでキャンプをしました。楽しかったな。寒かったね。でそこはバンガローもありますよ。バンガローもあるから大丈夫。僕はその時楽器を持って行きました。楽器を持ってね、遊びました。こういうね、これ楽器なんですよ。これをでキーボードを挿すといろんな音が鳴るんです。アンビエント音楽を流すことができるんです。アンビエントってわかりますか？例えば美術館に行った時に流れている優しい音楽、リラックスするようなトゥン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 、静かなね音楽、そういうのをできるもの、それでずっと遊んでました。ルールール、みんなはご飯作ってみんなが作ってやるで僕はアンビエントを作っていました。はい。ご飯を作りなさい、そういう話です。はい。そして日光行ったことありますか？日光有名ですね。日光東照宮、東武フリーパスもあります。東武という電車のフリーパス、これも便利だから日光行く人は多いですね。お猿さんがいます。猿、見ざる、聞かざる、言わざるでしたっけ？見ない、聞かない、言わないね。猿は否定ですから、見ざる、聞かざる、言わざる、その有名な猿があります。猿の置物、猿のものがあります。有名です。ここも僕行きましたね。結構いろんなところ行ってますね。これも昔、お付き合いしている彼女と行ったと思います。彼女と行った記憶がありますね。はい。でも1日目行って、1日目ですごく
運転ずっとして、で、いろいろ歩いて、ね、僕は1日目で疲れて、もうちょっと休みたい。休みたいと思って、2日目、早めに帰りました。はい。早めに帰らせていただきました。そしたらその後、ちょっと、彼女に、もう2日目も長くいると思ったと言われました。はい。すいませんでした。はい。でももう10年以上前の話です。はい。で、あと2つあるんですが、あと1つは、名古屋。名古屋。行きますか、名古屋。観光で。へえ、ジブリパークか。ジブリパークは行きますよね。そうだ、ジブリパークができたからか。もうジブリパーク楽しいですよ。ジブリ。僕の実家、母、父の家は名古屋にあります。なので、かなり行っていると言ってますよ。よく行くと言っていました。姉の息子もまだ小さいのでジブリパークでうわーって走り回って楽しんでいます。うん。僕もね、ポッドキャスト、そういえば昔ジブリパークの近くで撮りました。うん。まだ冬だったかな。黒い帽子をかぶったポッドキャストはね、そこで撮りましたね。うん。実はジブリパークって昔大きな公園だったんです。大きな公園の中にジブリパークを作ったんです。そこは大きいプールがあったり、スポーツができたり、ピクニックができたり、ね、楽しい場所でした。僕も子供の頃から行っていましたよ。あの公園にね。これは名古屋に行ったらぜひぜひ行ってみてほしいですね。あと、トヨタ関連施設。トヨタ、車のトヨタ。名古屋の近くですから、トヨタは。そこにね、博物館がありますよ。博物館があったり、会社がいっぱいある。それに行く人がいるんですね。車が好きだったら確かに楽しいかもしれません。トヨタが好きっていう人は、博物館、面白いかも。ジブリパークに近いですからね。ジブリパーク近くにありますから行きやすい。はい。名古屋のおすすめの場所はどこだろうな。でもこの前オアシス行きました。オアシスっていう場所があって、名古屋駅の近くなんですが、そこは青いです。とにかく青くて、ベンチがいっぱいあって、お店もあって休めます。はい。休める場所。何のためにあるかちょっとわからないですけども、この前のリールを作って、シンガーソングライターの友達、シンガーソングライターの日本人の友達をポケモンボールで捕まえる、そういうインスタリールを作ったので、もし、そこで撮ったっていう思い出があります。オアシス。はい。じゃあ最後、鎌倉です。僕の大好きな場所。鎌倉に住みたいです、僕は。有名なのは江ノ島です。江ノ島という島があってね。海が綺麗で、そんな綺麗じゃないか。海があって、海の雰囲気、少しチルな雰囲気でおしゃれなお店がある。あと小さい魚のしらすの食べ物、しらす丼というのがあって、それ有名です。東京の人がよく一日遊びに行く、そういう場所です。
海の方に遊びに行こう。夏になったら江ノ島に行こう。そういう場所です。だから夏は人がすんごい。めちゃくちゃ多いです。人がたくさんいます。ね、だから車で行くときは気をつけてください。渋滞がすごいですから。もう家帰れない。5時間かかった。そういう話も聞きますよ。特に江ノ電。有名な緑の電車です。あれは海の横を走る。カタンカタンコトコト。カタンカタンコトコト。あれを見たいとき、車で行くと、江ノ電、車、海。江ノ電、車、海ってそういう風にね、なってるんですけど、すんごい混みます。すごい混む。だから、夏じゃない方がいいかも。うん。それかすごく早い朝。朝は海がいいですよ。静かで。そして鎌倉の大仏があります。鎌倉大仏。これもね、これもすごい有名ね。中入れると思いますよ。大仏の中。鎌倉は一日あればいいかな。一日あれば良いと思います。で、僕のおすすめの場所です。ね、いっぱいあるな、鎌倉は。一つね、いいパン屋さんがあります。パン屋。パン屋はね、パラダイスアリーという場所で美味しいパンを作っているんです。で、そこに有名なジュースがあるんですよ。これ。リンゴジュースなのかな？これがパラダイス酵母。酵母ってありますね。パンを作る時の菌。ちっちゃい菌。その酵母をジュースに入れたものがあるんです。だからそれはソーダです。泡がある。ソーダの飲み物。それをね、飲むと本当に元気になる。元気が湧いてくる。うわ、今コップが倒れちゃいそうになりました。元気が湧いてくるパラダイス酵母。この酵母は聞きました。どこかで東京じゃないところで作られてる酵母。何年も作られてるそこにしかない酵母らしいんです。で、それをもらってこのお店に持ってきた。だからとても貴重な飲み物だと言っていました。ぜひぜひ飲んでみてください。で、あと僕はね、鎌倉に行ったら自転車に乗るのが好きです。自転車は、ね、楽しいです。電車混むし歩くと遠い。だから自転車に乗ると海をね走って海見ながら江ノ電海江ノ電海、そういう風に楽しむことができるので、これはもうおすすめとなっております。はい、以上ね、有名なところ、日本の有名なところを今日は話しました。皆さんの旅の話とか、日本でこんなことをしたとか、こんな場所に行ってみたい、こういうところに行きたい、そういうのを教えてください。英語でもいいです。日本語でもいいです。それだけ読めるので、ちょっと他の言葉ちょっとわからないんですけど、それは書いてもらったら次またYouTube、ポッドキャストで読みたいと思ってます。皆さんの話を読みたい。そうやって思っていますので、ぜひぜひよかったら僕に教えてください。じゃあ、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。